おはようございます。金井良一です。そうですね。ここの建物、ここのお庭ももう4、5年経つということで、4、5年経つとどのような形で、変わっていくのかなという感じの、ちょっと皆さんに見ていただこうかなと思っております。はい。で今日はこの養成講座の課外授業として来てるってことですね。そうですね。年に2回最終的にちょっと実際に庭の見学という形で来ております。はい。我々ももう絶えずその時期に折々、お客さんの庭に来られるわけじゃないんですけど、樹木の手入れに来たり、今回ちょっとこの冬の状態で冬の情景の冬の良さつうか、ちょっと寂しさを樹木を落とした、幹だけの世界になりますけども、ちょっと皆さんに見てもらいたいかなと思ってまいりました。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあまずここが、ここが一応歌舞伎、はい。ちょっと最初のあれより色が馴染んでくるっていうか、色あせてくるっていう、これはこれで基本来のこういう色合いに、最初はやっぱりニスを塗ったような感じになりましたけども、ちょっと時代的にやっぱり逆に溶け込んだような、そうです。だから外なんで我々の仕事自体、それやっぱり自然にこう照らされた形の日々になりますから、変化は当然だから、こういうぶっかけも色がちょっと褪せてきて、ちょっと白っぽくなりました、白っぽく、日が当たるところと、それも一つの変化として。樹木に関しては毎年お手入れさせてもらってますから、ちょっとある程度高さが同じ形にしてますけど、はい。でもこの門の両脇の竹と松も育ちましたね。そうだよね。だから五葉松はある程度、もう高さ的にはあれですけど変化はないんだけど、竹がちょっと進行が生えてちょっと量が増えたり、ある程度雰囲気が良くなってます。じゃあこういった竹や松も定期的に手入れに来てるってことですか？そうですね。松なんかも五葉松なんかもそうです。どれぐらいの頻度で？これだけど、これはね2年に1回ぐらいかな。飛びは取りますけども、あとは間引きある程度中の枯れ葉とかのが2年で細かく手入れするのは2年に1回ぐらいやってます。でこう言って中に入ります。ここはなんかあまり大きく変わったところなさそうなイメージですね。だから苔がね、どうしても今年の夏管理的になんか難しさあったんで、やっぱしちょっと少なくなってます。はい。平蔵の苔がまばらにはなってます。で、あとのね、もう毎日の管理っつうか目の届くっつうことはもう 100% 無理なんで、
蔵は別にあまり変わりはなさそうですね。蔵の中はね、お酒が増えてますね。あ、蔵の中は、うん。よく時代劇で薬の薬。あ、ピストル。結構この四つ目垣とかはだいぶ雰囲気変わりました。これはもうね、どうしても使った竹が真竹というより黒竹だったんで、まあ、今はもう色あせたっていう形の。だけど鎖はないから、まあ触るとこでもないし、全然いい感じになってきたんですが、5、6年で、まあ、竹垣はこう変える感じがやっぱり風習だったんで、うん、じゃあ竹垣は5、6年で割とそういう補修していくってことなんですか？そうですね。それの方のはこうちょっと色合いがまた。この下の苔もじゃあちょっと減ったって感じなんですかね。うん、だけどまあある部分的にね、これ今冬だから冬だからある程度、こういう状態になってますけども、ある程度小動物も歩いたり、どうしても根がないんで、それで剥がれてっちゃうこともあるんですね。だから多少ね出てる可能性もあるね。小動物。まあこの辺もある程度しっかり根付いてる部分あるんだけど、この梅自体もね、これ大きくなった。さつきもまあこれポイントとしてあります。まあ、この辺はあんまりね、掛け火自体もちょっともうそろそろ変えないと。掛け火はそうやって定期的に変えるものなんですか？やっぱり定期的に変える人も、正月に変える人もいるし、新年も変える形で、まあ今はもうなかなかそういうことは消臭は関係ないんですけど、はい。これも大きくなりましたね。これ大きく、結構成長、ソテツ、はい。ここ結構苔が青々としてますね。苔とね、ちょっと違う種類。これあれですもん。苔じゃなくなって、そうなんですか。グランドカバーになっちゃったんですよね。これは。これ上階段です。もうちょっと苔よりはこっちの。でここじゃあ本邸ってことですね。これはもうね、ちょっと春になると球根系のやつ、多年草とかああいうのがバーって生えて、ちょっとグラウンド見えなくなっちゃいますけど、まあ、流れとあれはそんなに変わんないっていうような感じですね。その真ん中の松大きくなりましたね、だいぶ。もうだいぶね、なんか緑を摘んだりなんかしてある程度抑えてますけど、まあ、ご主人はちょっと大きくしたいっていう要望があるんですけども、あんまり大きくなっちゃってもどうかなと思います。結構太くなってる。
また冬は冬でいいですね。ね、あえてちょっと、すすきの方だけは買って、ちょっと枯れっぱは残しておくということで、根元は切んないで、あえてちょっと、こういうあれで、枯れた雰囲気のやつで、普通は根元から切っちゃってだけどポイントがなくなっちゃうんで、あえてここに置いてはすすき切っちゃうとこじんまりした形で残してます。じゃあこの池と流れのある部分で大きく変わったところとかは特にないないですね。ここはないな。だいぶ初期の形を保ってるような感じですよね。そうですね。ちょっとあっちの方がしらすな。こっちは結構ね、水があって管理しやすいとこは残ってますね。これ池の中にもだいぶこの苔というか藻が生えてました。ちょっとポンプを止めると、だけどこれは今年掃除してますから、こういったのも掃除するんですね。一番大きく変えたっていうのはこれかな。これ自然木で柱やったんだけど、虫で食われちゃったんで、9基義木。それ義木なんですか？これ義木で1日でこうザザってじゃあモルタルで作って、確かにそこなんか木の柱を、形は同じなんですけど、大体このような感じで、じゃあそれは芯だけ残ってたんで、ラス網巻いてモルタルで一応でスプレーで、もう全然もう半分以上腐ってたから、じゃあやっぱり月日が経つとそういったそうこともあるんですね。自然木のやつはね、どうして生木がちょっと枯れちゃうんで、やっぱり4年ぐらいでちょうど。特に今年は虫が発生しちゃって、もう半分は朽ちてた状態っていうような感じです。やっぱりこの竹垣はやっぱプラ竹なんでそのままですね。これは自然だけどね、上はこれも3なければある程度まだ持ちますから、白長がね腐ってくるとボロボロになるんで、その時には取り替えかなと思いますけど、今のところはまだ見栄的なものにおいては平気かな。やっぱお庭も作ってから3、4年経つと、変わってくるところもあると。だからずっと同じ形で維持していくっていうのは、そんだけお客様の方が大変になってるし、業者頼むのも大変だから、我々は植木の手入れ成長するんで、手入れは毎年させていただいてます。だからその時に構造的に悪い部分は今回のような部分は直したり、だからそういう形では補修通過していきますけども、だから今年初めてかな、この大きな木刻と糸芝は手入れしました。それまではじゃあされてなかった？全然もうそれまでしてない、一回もしてないです。でまた新しい芽が出て、こう茎として合うやつは生かしていくみたいな感じの方法ですね。ここを維持していくっていうのは最初から既存のものが多いんで、
だからそれはやっぱし生かしていくっていう形で、だから新しい植物を入れた部分のやつもありますけども、そんな数はないですもんね。あだからまあ作ってる最中に球根なんかが混ざってる部分が結構お好きだったんで、だから結構多年草とか球根類は地中に残ってる、それが新しく出て、なんかまた違った変化が生まれてますから、はい、そういう形の動きの庭にしてってますね。だからやっぱり未生で出たね、こうやっていやそのまんま。ああ、もともと植えたやつじゃない。それは植えたやつじゃないです。未生で出たやつはそのまま生かせるやつは生かしていく形でしてます。はい。です。金井さんから見てこの4年経ったこの日本庭園いかがですか？まあ、結構ご主人が好きな形でちょっとハサミを入れたりもしてますから、まあ別にいつも綺麗にお客様の方でできない部分を我々がわっとやっていくという形だから、決まりきった年間のこうでこうという形ではお手入れはしてません。はい。金井さん的にじゃあお庭をこのその3、4年経っても綺麗に保つような秘訣とかってはあるんですか？いや、維持していくっていうことよりはあれだね、お客様がそこで植えたいものを植えてっても別に全然植えたいと思えばねいいと思いますし、だからこの形を維持させるっていうよりもお客さんの要望でこう変えていく部分が、まあ、大きな道筋は変わっていかないですけどね。だからやっぱり苔なんかも最初から全部ボケをやりましたけども、それをずっと維持するのはなかなかもう毎日の努力になっちゃうんで、消えていくとか消えてって生きるとか生きていくという考え方を持ったものはいいと思う。私もそう思ってます。はい。ですね、4年経った今回、4年経った日本庭園は、まあ、こういう状態になっているということを皆様にちょっとお見せしたいと思って、月日が経つことによって味が出てきたり、まあ、変化してきたり、まあ、いろいろと、変わってくるっていうのはやはり庭の変化、そこをやっぱりお客さんとうまくいろんな形で話しながら変化していくっていう、それが庭の庭っていうことで、ずっと維持管理守っていくっていうことじゃないと思っております。はい。これで今回は以上になります。これで終わりたいと思っております。どうもありがとうございました。